自然が生み出す色、人の営みが生み出す色、色彩が混ざり合う美しい街、リオデジャネイロです。皆様こんにちは。今回はチーズハムサンドを食べながらリオデジャネイロに向かっています。リオの観光については動画の1分40秒からになります。サンティアゴから4時間ほどのフライトで空港に到着。ウーバーを使って市内を目指します。足元にあるウーバーの表示の通りに進み、このゲートから出て少し歩くとターミナルに着きます。宿泊するホステルのあるリオの中心地までは30分ほどかかりました。部屋はアパートメント形式でとてもおしゃれでした。ベッドルームも広く、トイレ、シャワーも清潔でした。この日はキッチンで軽い食事を作って次の日に備えました。巨大遺跡を彷彿とさせる見た目のこちら。リオデジャネイロ大聖堂に入ると、その美しさと静謐さに心を奪われました。内部は直径100メートル、5000人を収容でき、長さ64メートルのステンドグラスは圧巻でした。外の光を通した優しい輝きに心が落ち着きます。こちらはもともとリオデジャネイロにあった大聖堂の代替として1979年に作られたそう。円錐の構造はマヤ文明のピラミッドがモデルになっているのだそうです。大聖堂から歩いておよそ15分。リオのシンボルの一つ、カリオカ水道橋は、ポルトガル植民地時代の1750年に郊外から市街地へ水を供給するため建設されました。街の歴史を感じながら、次の観光スポット、セラロン階段に向かいます。お腹が空いたので途中でレストランに入りました。大量のサルサにトウモロコシを揚げたようなもの、ご飯と食べる豆の煮込みと巨大なビーフカツ、ビールもしっかり飲んで満腹になりました。セラロン階段はとてもにぎわっていました。ラパ地区とサンタテレサ地区を結ぶこの階段、アーティストのホルヘ・セラロンが20年の歳月をかけて作りました。2000枚以上のカラフルなタイルで装飾されていて、セラロン自身が描いた300枚の手作りのものや、観光客や作品のファンから贈られた60カ国以上のタイルが並んでいます。日本のタイルもありました。なかなか見つけられなかったので探すのが楽しかったです。階段は215段で長さ125メートル。一枚一枚丁寧に貼られたカラフルなタイルが集まり、別世界を作り上げているような感覚になりました。階段の近く、サンタテレサ地区を走る路面電車は世界最古の一つとして知られています。1877年の開業、1985年には国の史跡に指定されました。この路線はリオデジャネイロのダウンタウンからサンタテレサの丘を一周し、街の高台からの眺めを楽しめるほか、カリオカ水道橋の上を通ります。
リオデジャネイロ大聖堂の近くに駅があり、チケットを購入して乗ることができます。ただ今回行った時はとても混んでいて諦めたので、平日の早い時間帯に行った方がいいかもしれないです。宿から歩いて10分でコパカバーナビーチに着きます。夕方になっても賑やかな雰囲気でした。飲み物を売っていたので、ブラジルを代表するカクテル、カイピリーニャを購入。甘酸っぱくて美味しかったですが、どうもアルコールの量が多かった気が。のんびりと海を眺めながらリラックスして過ごしました。翌日、コルコバードのキリスト像に向かいました。予約しておいた乗り合いタクシーに乗って、一旦降りてこの場所からまた別のタクシーに乗ります。施設の中ではお土産が売られていました。一押しはやはりキリスト像のよう。窓口で QR コードを見せてチケットを発券してほしいと言われ、列に並ぶことに。無事手に入れることができたので、頂上に向かいました。階段を上っている時に背中が見え、テンションが上がります。頂上には大勢の人が。コルコバードのキリスト像は1922年、ブラジル独立100周年に建設がスタート。およそ9年かけて完成されました。視線の先に広がるリオデジャネイロの街。リオに住んだら、どんな時でもキリストが見守ってくれているように感じそうです。高さ30メートル、左右30メートルあり、両手を広げた姿は、すべての人々への愛と救済のメッセージを表しているそう。裏側には150人ほどが入れる礼拝堂があり、カトリック教徒がそこで洗礼や結婚式を行えるということです。迫力と神聖さを同時に体感することができる興味深い場所でした。一度宿に戻り、午後4時ごろ、ポンジェアスーカルに向かったのですが、道路はひどい渋滞。本当に進まないので、この時間帯は避けるか、街の中心の通りを抜けたところから乗った方がいいかもしれません。その後、ポンジェアスーカルの下までたどり着きはしたのですが、時間が遅くなってしまったので、次の日もう一度来ることにしました。代わりに少し散歩してから帰ることに。リオデジャネイロは世界の三大美しい港に数えられています。夕方、光り輝く海の上を船がゆったり進む様子はとても印象的です。朝に見たキリスト像も夕日で美しく照らされていました。宿の近くに戻り、ブラジルのクラフトビールが飲めるバーに。暑い中歩いて疲れた体に染み渡りました。ポンジアスーカルの頂上には2つのロープウェイに乗っていきます。チケットは前日にネットで買いました。まずウールカの丘と呼ばれる標高220メートル地点まで登り、降りて少し歩いたら2つ目のロープウェイに乗り換えます。そして目の前に現れたのがポンジアスーカルです。
標高約400メートルの一枚岩。名前の意味は砂糖パンです。頂上からは海と山のコントラストが作り出す風景が見られます。こちらはコパカバーナビーチ。砂浜の描く曲線が何とも美しく感じられ、高いところから見るからこその発見が面白かったです。オレンジの屋根と黄色い壁のおしゃれな建物が集まっている光景も上からならでは。さらに飛んでる飛行機だって上から見ることができます。街中に飛行機がいる感じも、同じ目線で飛んでいる様子もとても不思議な感覚でした。野生動物に出会うこともあります。こちらはコモンマーモセットという猿の一種。体長18から19センチと小さく、まん丸な目がとても可愛かったです。またここにはお土産屋の他にもカフェやレストランがあります。暑かったのでアサイーのシャーベットを食べました。マンゴーの甘さともよく合っていて美味しかったです。見どころが多く、次来る機会があればのんびりしながらじっくり見て回りたいと思いました。町に戻って昼食です。豆と牛肉を煮込んだブラジル料理フェジョアーダとフライが乗ったライスで満腹に。その後海で泳ごうとコパカバーナビーチに向かいました。ビーチに押し寄せる波は想像よりも高かったです。みんなその高い波に飛び込んで遊んでいました。海に近づくと迫力があります。その場に立っているのがやっとなほどの波を感じながら30分ほど海に入りました。上がったらビーチでゆったり。最終日もいい思い出ができました。リオデジャネイロの旅はここまで。ビーチだけでなく面白いスポットがいっぱいあるとても楽しい場所で、もっと時間が欲しくなりました。リゾート地なので雰囲気も良く、食事もお酒も美味しく大満足です。ご参考になればと思います。